こんにちは。お元気ですか？今日は2月の22日の土曜日ですね。今日は朝方というか午前中は結構寒いなって思ったんですけれども、午後の今になったらね、その寒さもちょっと緩んできたかもななんて思ったりしてます。午前中結構寒かったんですよね。なんか冬もね、もう2月も後半なんで、もう終わりに近づいてきて、たまに暖かい日もね、ちらほら出てきたりはしてるんですけれども、たまにねこう不意打ちに寒さ出してきたりとかしてね、冬からしたらね、こう冬の最後に残った寒さを全部出し切ってやるみたいなね、そんな最後の冬の寒さの放出みたいな感じなのかなって思ったりとかしてますまあ今ね3時過ぎぐらいなんですけれどもね、今は結構寒さも落ち着いてきて、まあそんなに寒くもなくみたいな感じで、今お家の中でぬくぬくと過ごしてるんですけれども、えっとね前回だったかな前々回だったかな、ちょっとどっちか忘れちゃったんですけど、私こうなんかの話の流れで食パンのね、小麦粉の製造が国産なのか外国産なのかとかね、そこでちょっとその農薬の問題ですね、グリホサートとかポストハーベストとか、そういうのってちょっと怖いよねとか、発がん性がとか、ヨーロッパとかでは禁止してるのにねとか、だからなるべく国産の小麦粉を作ったパン、どうせ食べるならね食べたいよねみたいな話をちょっとしたんですけども、その時にねちょっと多分セブンイレブンの金の食パンとかは国産じゃなかったっけなみたいなことをちらっと言ったんですよ。でなんかその後ね、私もなんかこう自分の動画内でこう言っちゃってて、実は国産じゃなかったりとか、もしくは国産小麦入りみたいなね、ちょっとだけ入ってますみたいなやつだったら、ちょっと誤解されたらちょっとその人のね健康のねあれになるかなと思ってね、この前セブンイレブン行った時ね、ちょっとちらっとねパンの後ろ側の表示見たんですよね、成分表示。そしたらね、小麦粉かっこ国内製造って書いてあったんだよ。あのなんかそれを見てね、またこれかよって思ったんですよね。なんか最近ね、もうかっこ国内製造っていう表示がやたらこう多い気がしてたんですよ。で私も癖としてね、買う時必ず後ろの食品表示を見るようにはなってるんですよ。そんな細かくは見てないですよ。せいぜいパンであれば小麦粉とかの製造元とか、あとは添加物、スラッシュの後のところにどんなもんが書いてあるかとかね、そういう適当にそういうのをパッて見るくらいなんですけれども、最近ねすごい私気になってたんですよね。このパン買う時とか小麦粉製品買う時とか、小麦粉かっこ国内製造って書いてあるもんだから、国内で製造してるの分かったみたいな、産地はどこなんだみたいな、原産国どこよみたいな、なんかねそれがちょっとね毎回買い物の時にイラッとなってたんですよ。で多分ねセブンイレブンの金の食パンもね昔何年か前にこう見て、国産小麦だなってなんとなく思ったで、それ以降はわざわざもう見たりとかはしなかったし、金の食パン買うこともあんまなかったんで、普通にパスコとかねスーパーで売ってるそういうのパン買うんだったらね、そういうことの方が多かったんで、買ってないからチェックしてなかったんですよね。で久々にやっぱ金の食パン見たら小麦粉かっこ国内製造ってなってたんで、最近そういえば国内製造って書いてあるの多くて、国内で製造してるのは分かったけど原産国どこ行ったっていうのがなんとなくねちょっと前から思ってたんですよね。それでちょっとこ
ネットとかでねいろいろ調べたりとかしてみたんですけどね、私なりに。でなんかいろいろ調べて、いろいろ調べてってほどのもんじゃないんですけども、消費者庁の食品表示に関するなんかこう2022年に新しく改正されたこの法案みたいなやつをちょっと見ようかなと思ったんですけども、ちょっとね64ページ PDF で64ページあって、まああるかと思いながら、かいつまんでポイントだけ読もうと思って、この検索でね国内製造とかをこうかいつまんでそこだけピックアップしてちょっと読んでみようと思ったんですけど、ちょっとね書いてる内容がよくわからんっていうか、これ絶対分かりにくく書いてるでしょっていうか、なんかね、もしこれで分かりやすく説明しようとして書いてるんだとしたら、これを書いてる人間は本当に頭が悪いって思うくらいよく分かんなかったんですよ。私がねちゃんとこの1ページ目からきちんと読み進んで一個一個理解していけば内容は分かったかもしれないんですけども、なんかねこうちょっとね複雑にわざわざ書かれてたんでね、ちょっとイラッとしてこんなん読んでられっかと思ってね、64ページもあるしねもう早々にやめたんですけども、結局だから分かんなかったんですけど、他にもいろんな記事とか見た結果、ごめんなさいはっきりは分かんないんですけども、多分この消費者庁が食品表示法みたいのを2022年くらいに変えた時から表示の仕方がやっぱりこのパターンになったっぽい感じはします。なんかなんだっけな、国産表示の表示をね、国産表示の表示なんかねちゃんと国内製造っていう風に書くようにとか、あと国内で製造されてるものとか原材料欄のところにちゃんとこうどこ国産原産国のねどこどこ産アメリカ産とかね国産とかアメリカ産とかオーストラリア産とかね、そういうのを表示しなければならないっていう風な表示基準はちゃんとできたみたいなんですけども、なぜか例外があるらしいんですよね。この例外ってなんだよって思ったんですけども、その一つがパンやカップ麺など小麦粉製品に関する表示だと、これちょっとヤフーニュースの一個の記事なんですけれども、なんかそれでだから小麦粉に関しては原産国例えばアメリカ産とかねこう書かなくていいらしいんですよ。なんじゃそれみたいな。例えばアメリカ産とかでもそれは書かなくてよくて、単に小麦粉国内製造で OK みたいなんですよ。っていう感じじゃないですか。だから私がこう最近だから2022年だから2022年の4月だったかな、だからもうすぐ3年くらいになるってことですよね。確かにねその頃からちょっとわけわからんなっていうのはなんとなく思ってた。でもその時はこのパンの表示だけそうなってるんかなくらいに思ってたしみたいな感じだったんだけど、なんかね調べたらね小麦粉製品は原産国アメリカ産とかそういうんじゃなくて小麦粉国内製造で OK っていう風になったみたいです。なんかよくわかんないんですけどムカつくなと思って、だってさ一番小麦粉とかが多分摂取の割合とかは多いし、あの特に輸入物の中ですごく問題になっているそのグリホサートやらポストハーベストとか発がん性とかが長年の研究でもうそれははっきりとしてるくらいの体に影響が及ぼすもので、普段も大量に摂取する機会が多いものをここをなんか表示せずになんでみたいな他のところはちゃんとアメリカ産とか小麦粉以外の製品とかの方を何厳しくしてんねんみたいなねそんな感じで、私が一番知りたかったのは小麦粉なのにみたいな感じでちょっとムカついたんですよね。
それでまあごめんなさい、話が下手でちょっとよくわかんないと思うんですけど、とにかく2022年に食品表示法っていうのかながこの改定されて、そういうちゃんと原産国とかちゃんとこう書きなさいよみたいのがちゃんともっと義務付けられたっぽいけれども、なぜか例外として小麦粉は書かなくていいと。国内で何か製造した場合は、だから小麦とかをそのまま輸入して国内でなんかこうちゃんとした粉に加工したとか、そういうことなのかなと私は思ってるんですけど、なんかちょっとでも手を加えて国内で製造したらもう国内製造って書いていいみたいな感じになってるのかな。ちょっと意味不明っていうか、わざと我々消費者が国産か外国産かを知りたいのに、そこを知らせないようにしてるところが腹立つし、なんか私の健康をマジでどうしてくれんのっていうね、そういうのがめっちゃあるんですよ。あるんですよっていうかでもうこうなったら、自分家の近くで入手できるこの市販のパンとかね、セブンイレブンの金の食パンもそうですけど、そういうのをねネットで見て、その企業のホームページとかで見て、あの成分表とかを見たら分かるだろうとか思って結構見たんですけれども、それでもね、例えば金の食パンセブンイレブンのやつとかでも成分に関しては小麦粉国内生産国内製造っていう風に書いてあるのしかなかったですね。で一応北海道産のなんちゃらっていう小麦粉を使っててとかっていう風には書いてあるんですけれども、ちょっとそれを見ただけだとなんとかしようっていう感じなので、それって言葉をそのまま額面的に受け止めたら、その小麦を国産の小麦を使用してるんですね、でもそれは 100% なんでしょうか、それとも 1% なんでしょうかって私は思っちゃうわけですよだから成分表に国産なんちゃらなんとか産アメリカ産なんちゃらとかいうふうにね、成分表示って使用してる量が多い方から先に書いていくっていうルールがあるじゃないですか。だから日本産とカナダ産とアメリカ産とかっていう風に3つとかちゃんと書いてくれてれば、これは 100% 国産じゃなくてあのこなんだ一番最初のやつが多くてその次がそれでみたいな、そういう風に判断できるわけですけど、ちょっとその辺もよく分かんなかったんですよね。だから100% 使用って書いててくれて、これは 100% なんだっていう風に分かったのはパスコですね。パスコの国産小麦のパンっていうのがあるじゃないですか。パスコの食パンの中でも長熟でも国産小麦っていうやつと別にそうじゃない普通の長熟ってあるじゃないですか。で国産小麦っていう風に書いてある方が高いんですけれども、それはねパッケージにも 100% って書いてあったかな、どうだったろう。パスコの小麦だと国産小麦パッケージには 100% って書いてないかな。でもねホームページを見たら国産小麦 100% って書いてあったんで、それは分かりやすいなって思いました。あとね成分表示のところにも小麦粉国産小麦って書いてあるんですよ、パスコの場合はね。だからそれは国産小麦なんだと思って、あとネットでいろいろ見たんですけども、他の食パンでも小麦粉国内製造じゃなくてものによっては小麦粉小麦さらに国産って書いてあるのとかもあったりとかして、そういう書き方してるんだったらこれは国産だなっていう風にちょっと分かるなっていうのがありましたね。だからちょっとねただセブンイレブンのはね金の食パンシリーズはちょっと分かん
ないって感じですね。 100% なのかどうなのか分かんない。でもウェブページとかでホームページとかで書いてある内容だと多分 100% 国産なんじゃないかなと思って、金額的にも多分 100% 国産の金額なのじゃないかなって思うんですけども、ちょっとその辺がわからないっていう感じです。で場合によっては 100% 国産小麦を使っているのに、小麦粉国内製造っていうふうに書かれてるのもあるっぽいんですよね。いろいろ見た結果なんですけれども、でそれってメーカーにとって不利じゃんって思うじゃないですか。やっぱ国産って書いてあった方がみんなこう選んだ時に、あ、これ国産なんだ、じゃあこっち買おうって思うじゃないですか。なのに国産って明記しないで国内製造っていうふうに書いてる場合は、他の輸入の小麦の場合も小麦粉国内製造って書いてあるので、ちょっと同じ表示じゃないですか。だからせめてパッケージとかになんとかの小麦使用とかちょっと書くぐらいになっちゃうと思うんですけども、それだと 100% 使用してるかどうかっていうのはちょっとわからないんですよね。だからそういうふうに書いてくれればいいのにと思っていろいろこう見た結果、もしかしてこういうことなのかなっていうふうに思ったのがあって、なんかこのなんかね、これなんで見たっけな、これは YouTube で聞いたのかな、深田萌さんのチャンネルかなんかでちらっと言ってるの聞いたんですけども、ちょっと前から国産っていう風に表示する際に、多分成分表示表のところでもパッケージのところでもだと思うんですけれども、国産って書いてあるのにほんの 1% とかでもこう外国産とかが混じってしまったら、その場合は罰金を払うっていう風になってしまったらしいんですよね。そうそう、だから深田萌さんが言ってたのは何を例に出してたかっていうと、納豆なんですけども、納豆の国産の大豆を使った納豆の中でも何らかで一粒だけでも外国産がね入ってしまったら、それは表示して罰金になってしまうと。だからそういうリスクを考えると、例えばこう工場の中で、例えばセブンイレブンでもいろんな食パンでもシリーズがあるわけですから、金の食パンシリーズ以外にもね、もっとお手頃なすごい安い普通の食パンとかもあったりとかするじゃないですか。でこのいろいろこのレーンを分けてたとしても、特に小麦粉なんて粉末だし 100% 絶対に混じらないとも限らないじゃないですか。本当に 0.1% でもなんか大豆と違って小麦粉なんで、ちょっとそんなんね、どうやってあれなんだよって思うんですけど、例えば製造ラインがどうなってるとかね、そういうところを変なところを突っ込まれて、その可能性がゼロと言えるのかとかね、そういうふうにもし言われたとしたら、それは 100% 国産小麦ですっていうふうに表示をすることによって、そういうふうに後で表示の詐欺だっていうふうに言われる、しかも罰金になるっていうリスクとかあったりするのかなと思って、そうするとうかつに国産 100% とかっていうふうには書けないんじゃないかなとか思って、としたらパスコの100% 国産小麦ってやつは、もしかして工場1個丸々国産小麦だけで作ってるっていう専用工場があったりするのかなとか思ったりとかして、ちょっと分かんないですよ。私が喋ってるのは全部想像なんですけれども、だからそういうこの、国産っていうふうに記載した場合はほんのちょっとでも国産以外が混じると罰金っていうのがあるとかね、そういうのができたおかげで、もしかしたら国産小麦で作ってるパンなのに成分表示書のところには小麦粉国内製造ってしてパッケージのところになんとなくこれは国産だよってなんとなく察してくれみたいなふわっとした表示をしてるとかね、そういう感じになってるのかなっていうふうに思った
ったりとかしましたね。だからホームページ見てもちょっとはっきりはよくわからんっていう感じで、それがちょっとね、なんだよこれっていう風にちょっとね最近勝手にムカついたことでございますそうそう、多分だけれどもセブンイレブンの金のシリーズはおそらくちゃんと国産のやつで作ってるんじゃないかなっていうふうに思います。ちなみにセブンイレブンとかでもね、いろいろちょっと前からパン以外にもね、麺類とかをね、国産のものの割合をどんどん増やしていくっていう働きをしてるみたいで、健康上の話とかもあるんですけども、あとは国内総生産を増やすっていうこととか、あとはちょっといろんな記事でいろんなあれがあるんですけども、最近ここ数年のねウクライナとかのねそういう世界情勢とかで、輸入小麦の調達っていうのが何かあった時とかね、そういうリスクとかもいろいろ考えるようになった結果、国内産の小麦の割合をどんどん増やしていくっていう風な働きをしてるみたいで、それはすごくいいなっていう風に思いましたね。セブンイレブン以外にもローソンとかファミマとかでもそういう働きってないのかなと思って、なんとなくネットでググったりとかしたんですけども、結構、国産小麦でっていうのはちょっとずつ、そういう製品も出したりしてるっぽい感じはありますね。ただね、なんか分かんないけど、これ本当に私妄想なんですけど、この食品表示をこういうわけわかんない風にね、3年くらい前から変えたこの背景を見ると、なんでそんな分かりにくい風にしてるのかっていうと、やっぱり外国産小麦を日本人がある程度買ってくれないとっていう思惑がお偉いさん方にはあるんじゃないですかっていう勝手な妄想があるんですけれども、やっぱり国産と外国産ではっきり分かれちゃうと、あんま考えてない人とかでもなんとなくそりゃ国産の方がいいっしょ、ちょっと高いけどぐらいなことは考えるじゃないですか。そうするとね、やっぱりこのアメリカ産とかは絶対小麦買えよ買えよみたいな感じでいろいろそういうね交渉事もございますでしょうからっていうのもあるので、あまり小麦が外国産のものが売れなくなっちゃうととか、そういうのがあったりするのかなみたいな。だからなんて言うんだろう、大きいセブンイレブンとか大手のねそういうところとかでも国産小麦ですみたいな感じで、そういうのを大手を振ってというかがやりにくくてっていうのもあんのかなみたいな。海外情勢が不安定になっているので、そういうためにも国産小麦に少しずつ切り替えていくべきとか、そういうのをちょっと表に出しながらなんとなくやっていかないとなかなか難しいのかなとか、そういうのとかはなんかありますか。ごめんなさい、超妄想ですこれあとちょっと話は戻るんですけども、小麦粉国内製造っていうふうに書いてあることによって、人によってはですね、国内製造っていう表示が国産だっていうふうに勘違いしちゃう人もいるらしいっていう記事がどっかの記事に載ってたな。これだ。消費者の3割が誤解っていう記事もあって、街頭調査みたいので、この国内製造っていう意味を誤って理解していたっていう人が3割ぐらいいたそうなんですね。小麦粉国内製造って書かれている食パンを見てね、原材料欄を見てね、これは小麦の生産地はどこだと思いますかっていうふうに聞いたところ、日本国産ですって思った人と、海外の輸入ですって思った人と、生産地はわからないっていう風なね、この 3択で答えてもらったらしいんですけれども、
これ生産地がわからないが正解なんですよね。さっき言ったように外国産でも小麦粉国内製造っていう風に書けるし、セブンの金の食パンみたいに国産のものをおそらく使ってたとしても小麦粉国内製造っていう風にほんの数パーセントでももし混じっちゃったらっていうリスクを考えて書いてるかもしれない。そういうリスクを考えてかもしれないっていうのはちょっと私の妄想なんですけども、想像なんですけども、かもしれないので、答えは残念ながら生産地がわからないっていうのが正しいなんですよね。ででもこの調査で約3割の人がこれを国産ですっていうふうに答えちゃったらしいんですね。これも本当本当消費者庁が詐欺してんのかなみたいな感じですよね。この表示法ちょっとやばいっすよね。だから3割もの人がこれ日本産だと思ってパンとかうどんとかね買っちゃってるみたいなね感じになってて、ちょっとそれも腹立たしいというかね、これも私の今回のムカつきポイントになったなっていう話です。すいません、なんか今日ちょっと自分がここ数日思ったことをねただ吐き出してるだけなので、この特にエビデンスがね、エビデンスっぽい記事とかがあれば貼り付けたかったんですけども、ちょっとどれもね確信をついてないというかね、結構あれなので総合的に個人個人が判断するしかないなみたいな感じなのかなと思います。ただね国内製造っていう詐欺みたいな表示がね、小麦粉は例外で国内製造って書けばアメリカ産って書かなくてもいいよっていう例外があるよっていうね、そういうそんなあれみたいです。なんだっけ、今の話してはちょっと話そうと思ったこと忘れちゃったんだけど、まあそんな感じなんですよ。だから私がこれからパンを買おうかなと思った時は、これはおそらく国産小麦使ってるだろうみたいな感とホームページ見ても分かんないわみたいなのばっかなんで、でいろいろ考えた結果最終的に思いました。パンはね、私はなるべくグルテン取らないようにしてるんで嗜好品として買ってたつもりなんですけども、それでもねたまにすごい食べたくなって食べちゃう、結構でもそこそこ食べちゃってるんですよ。そう考えた時にこの表示もうこうなったら自分家でホームベーカリーの機械を買って自分で国産の北あかりとかでしたっけ、なんかこう小麦粉を国産の小麦を買って自分家で作るのが一番分かりやすいかなっていうふうに思いましたね。なんかアマゾンとかでホームベーカリーとかねググってみたらね、意外と高くないなとか思って、2万とかしないですね。だいたい1万円から1万5千円くらいの価格帯が多くて、あんま安物買って使い勝手が悪かったりすぐ壊れちゃったりしても困るんですけども、もうシンプルな機能しかいらないんで、そういうのを考えたらね、多分1万5千円くらいで買えばいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。で小麦粉の金額とかを考えてもね、なんかネットをいろいろ見たらだいたい1斤のパンを作るのに 250g ぐらい小麦粉を使う、もちろんパンにもよるけど、それくらいっていう風のが書いてあったんで、そう考えると小麦粉のいろいろ価格帯で見ると、1斤作るのにあれいくらだったっけな、多分私的には200円弱ぐらいで作れるんじゃないかなみたいなね、そんな感覚でした。もちろん小麦粉以外にもね、他にも材料を他に入れるちょっとしたバターとかなんだっけあれ
ちょっとど忘れしちゃった、パン作る時に入れるやつ、膨らますやつちょっと忘れちゃったんですけど、そういうのとかも入れるんで、それを入れてもね200円ちょっとぐらいで作れるんじゃないかなっていうふうに思ったんで、市販でパンを買うのと変わんない、同じぐらいかなっていうふうに思いました。そのホームベーカリーでね他にもいろんなものが作れたらね、便利ですし、あと米粉パンとかも作れたらね、またこうグルテンとかの量もね自分でコントロールできるのでいいかなっていうふうに思ってね、市販の米粉パンとかだとねグルテン添加してるやつとかも結構あったりとかするので、そこまで気にしなくてもいいとは思うんですけどもね、とにかく自分で作るのが一番いいかもっていうふうに思ったっていう話ですね。あとはおそらくこれは国産小麦だろうっていうのをいろいろ企業のホームページとか見て、多分そうだろうっていうふうに判断するっていうね。パスコはね 100% 国産小麦って書いてくれてるんで、それは信じていいかなって思うんですけどそんな風に思いましたっていうことをね、なんかちょっと今回は話してみました。前回ね多分セブンの金の食パンは多分国産小麦だったかななんていうことをうかつに言っちゃったから、ちょっとね自分でチェックしてみようって思って裏側をパッと見たらね、またこの表示かよっていう風にムカついて、でも一応金のシリーズぐらいはちょっと調べとかなきゃと思ってセブンのホームページ見たらね、なんかちょっとよくわかんないわと思って、結局それで食品表示法とかねいろいろそういうのを見て、結局2022年にその消費者庁の方から改正されたのが出てて、その PDF 見ようと思ったら64ページあって、その内容もかいつまんで見ようと思ったらちょっと分かんないように書いてあってみたいな感じで結局そういう話になったんですけども、なんかすいませんね、今回こういう私がこうちょっとこう舌打ちしたようなことをねそのままちょっとそのまま話したっていう感じになっちゃったんですけれどもね、グルテンとかね取りすぎるとね、国産小麦でもですけれどもグルテンとか取りすぎると、これから花粉症の季節とかでもあるので、ちょっと腸内環境が悪くなったりとか、腸壁がちっちゃい穴が開くリーキーガットの原因になって、それで結局そこから免疫不全とかにつながって、なんていうかなんだ花粉症の症状が重くなるとかね、そういうのも全然あり得ると思うので、特にこの時期とかはねあんま小麦粉とかね花粉症の花粉症の方とかはね小麦粉を食べ過ぎないとかね、そのリーキーガットで言ったら結構牛乳とか乳製品とかのねカゼインもその原因になるので、そういうの取り過ぎないようにした方がいいかもしれないですねっていうか、これは結構自分自身に言ってる感じなんですけども、結構1ヶ月くらい前からちょっとだけ花粉を感じてきてるのでね、この暖かくなるのはいいけど花粉の時期をねなるべくこう快適に過ごすためにもねそういうふうに全体的な健康の底上げもしていきたいしっていう感じで思いましたということで、それではまた。